クするときはまず肌を整えて、その後ベースメイクをして、下地、ファンデーション、コンシーラー、ベースメイクだけでもこんなにやることがあるんだ。休み時間で勉強しようと思ったけど結構大変そうだな。でもせっかく青柳くんが協力してくれるんだし、撮影までに一つずつ覚えていこう。小羽、今大丈夫？はるかちゃん？どうしたの？急にごめんね。借りてたノートを返しに来たんだ。あ、そっか。わざわざありがとう。こちらこそ。すごく綺麗にまとめられてて助かったよ。おかげで仕事で出られなかった授業の分も挽回できそう。よかった。そういえば、さっきすごく真剣に読んでたのってメイク雑誌？これは。ごめん。小羽、いつもはメイクしてないからちょっと意外で。大丈夫だよ。ちょっと事情があって、ちゃんとメイクできるようになりたくて。そっか。そのフォトコンテストに応募するためにメイクの勉強をしてたんだね。私が青柳くんにメイクすることになったんだけど、揃えるものも多いし塗るのも難しそうだから、ちゃんとできるかちょっと不安なんだ。そうだったんだ。でもあんちゃんたちのために、それに手伝ってくれる青柳くんのためにも頑張って勉強しなきゃ。そのコンテスト、よかったら手伝おうか？メイクなら昔スタイリストさんに習ったから教えられると思うよ。それにポージングも撮影のために勉強してるから、ちょっとはアドバイスできると思うしね。すっごく心強いけど、でもいいの？お仕事で忙しいんじゃ。さっき小羽、土曜日に写真を撮るって言ってたよね。その日はちょうどオフだから大丈夫だよ。最近マネージャーがついてくれたおかげでスケジュールに少し余裕が出てきたんだ。そうなんだ。じゃあお願いしてもいいかな。ごめんね、せっかくのお休みなのに。いいよ。小羽にはこんな風にノート貸してもらったり、いつも助けてもらってるから、たまにはお返しさせて。はるかちゃん、ありがとう。協力してもらう分、私ももっと頑張るね。はるかちゃん、こっちだよ。小羽、それと青柳くんでしたっけ？はい、お久しぶりです。俺はモデルに関しては全く経験がないので、桐谷さんが来てくれてとても心強いです。今日はよろしくお願いします。こちらこそ力になれるように頑張りますね。それじゃあまずはコンテストについておさらいさせてもらってもいいかな？そうだな、俺も確認しておきたい。今サイトの説明を読むね。参加者はコローレミーのコスメでメイクを施した写真を専用サイトに投稿してください。他の会社のコスメも使っていいみたいだけど、アイシャドウとかリップは
必ずコローレミーノを使わないといけないんだって。なるほどね。そのあたりは後でコスメを選ぶときに詳しく確認しようか。じゃあ続きを読むね。メイクのテーマはバレンタインです。バレンタイン？メイクでバレンタインを表現するということか。多分いわゆるバレンタインメイクをしてくださいってことだと思います。ビターチョコをイメージしたちょっと大人っぽいメイクとか、甘さを意識したピンク系のメイクが多いかな。どんな雰囲気でまとめるかは後で実際にコスメを見ながら考えようか。さすがプロの方だな。頼りになります。メイクのプロってわけじゃないから基礎的なことしか言えないですけどね。それで小羽、さっきの続きは？写真は3枚まで投稿でき、最終的な順位はいいねの合計数で決まります。投票者がいいねを押せるのは5回までですが、もっといいなと思う写真が見つかれば押し直すこともできます。だって。こういったものは早く写真を投稿した方が有利になると思っていたが、投票し直せるルールなら時間をかけてでもクオリティの高い写真を撮った方が良さそうだな。そうですね。焦らずに時間をたっぷり使っていきましょう。締め切りはいつなんだっけ？写真投稿の締め切りが今日の17時で、投票の締め切りが21時だよ。その時点でのいいねの獲得数で順位が決まるんだって。なるほど。では今日中に結果が出るんだな。入賞は10位までだから頑張ろう。それじゃあ時間もないし早速始めようか。まずはコスメを揃えないとね。ここの化粧品フロアは男女兼用のパウダールームもあるから、そこでメイクまで終わらせちゃおう。コローレミーノコスメはこの辺かな。これはすごいな。どうしたの青柳くん。いや、遠目には見たことがあったが、実際にこういった場所に入るのは初めてで驚いてしまった。化粧品には本当に色々な種類があるんだな。ペンのような形のものだけでかなりのバリエーションがあるようだが、なぜこんなに？確かに最初はびっくりしますよね。実はこれ見た目は似てるけどそれぞれ使い方が違うんです。眉毛を描く用だったり、アイラインを引く用だったり、あとはリキッドとかジェルとか素材によって描き心地が違ったりもするんですけど、そのあたりは選びながら説明しますね。なるほど。はるかちゃん、このアイシャドウパレットバレンタイン限定の色みたいだよ。ほんとだ、チョコレートみたいな色で可愛いな。バレンタインメイクにもぴったりだし、今回はこれを使ってみようか。ブラウン系とオレンジ系の2色があるのか。しかしどうやって選べば？そうだね。青柳くんはクールな印象があるから、ブラウン系でビターチョコレートっぽい雰囲気にまとめるといいかもしれないですね。肌色的にも落ち着いた色の方が似合いそうですし。肌の色？そういったことまで考える必要があるのか。やはりお詳しいですね。仕事柄勉強しているので役に立ってよかったです。それじゃあ残りのコスメも選ぼうか。
要なものは全部変えてるかな。じゃあ早速メイクしていこう。すみません。それなんですが、もしよければ自分でやらせてもらってもいいですか？うまくできるかは分かりませんが、こういう経験は初めてですし、できればやってみたいなと。もちろんいいですよ。じゃあ私がお手本を見せるので真似してやってみてください。はい、よろしくお願いします。アイシャドウ綺麗なグラデーションになってますね。本当ですか？よかったです。すごい。アイシャドウを入れるだけでもこんなに印象が変わるんだ。影が入ると立体感が出て目元がはっきりするからね。アイラインを引くともっとメリハリがつくと思うよ。アイライン、確かまつげの生え際や目尻に線を引くんでしたね。俺にできるだろうか。ジェルタイプのペンは失敗しにくいのでそんなに身構えなくても大丈夫ですよ。簡単な引き方もあって、最後にブラシで取ったリップを薄く塗って完成です。はい。これでどうでしょうか？いい感じですね。できた。お疲れ様、青柳くん。ああ、メイクとは想像以上に神経を使うんだな。細かい作業も多いですからね。でも初めてなのにすごく綺麗に仕上がってると思いますよ。桐谷さんが教えてくれたおかげです。本当にありがとうございました。どういたしまして。それじゃあ次はいよいよ撮影だね。はるかちゃん、すごいな。バレンタインっていうテーマに合ってるだけじゃなくて、青柳くんに似合ってるメイクを考えてくれて、それに青柳くんのメイクもすごく完成度が高く仕上がってる。二人が頑張ってくれた分、私もいい写真を撮れるように頑張ろう。撮影場所はあずさわが考えてくれているんだったな。いくつか候補があるんだけど、このメイクに合わせるなら